さあ、小松交通です。今回も最後までお付き合いください。私は2025年11月1日早朝朝6時のソウル駅前にいます。なんでこんな時間にソウルにいるかというと、それは前回の動画を見ていただければわかると思いますが、今回のお題はですね、最高時速180キロの地下鉄に乗ってみようということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。地下鉄で180キロも出すってそんなんあるんかいって話ですが、ここ韓国にはございます。ちなみに日本の地下鉄では最高速度だいたい100キロ前後ですよね。日本の在来線の最高速度となると京成スカイライナー、あれが160キロで成田と東京の間をぶっ飛ばしています。それよりも上を行く地下鉄が存在するんですよね。いや、こちらこのピンク色に光り輝いた高野豆腐みたいなものがありますけど、こちら GTXA Great Train Express Airline というのがございます。やったらかっこいい名前ですね。正式名称は首都圏広域急行鉄道 A 線というものがございます。ソウル地下鉄の大半の路線はソウル交通公社という企業が運営しているんですけども、この GTXA はその子会社 GTXA 名前そのまんまの会社が運営しているということなんですよね。路線図で見てみるとソウル駅を中心にソウルの地下鉄だったり国鉄の路線が構成されていますけれども、その中でも GTX はここ今光で示している2つの路線、グルクはこの2つの路線が1つにつながるんですけども、今建設中でしてね、年々増大する通勤時間の短縮に対応するべく都心と郊外を時速180キロ程度で結ぶ路線としてこの GTX は作られたということなんですよね。じゃあその GTX の凄さをね知るために GTX 乗りたいんですが、それよりもまずね並行する在来線に乗っていきましょう。その方が GTX の凄さよりわかると思います。今私がいるソウル駅は右下で、そこから GTXA が雲井中央というソウルの郊外まで伸びているわけですけれども、それとは別の路線でこのキョンイ線というのが出ています。これは昔からある在来線です。こちらの雲井中央の近くにある駅までキョンイ線、いわゆる在来線で行っていきたいと思います。さあ、目の前にあるこの東京駅の丸の内駅舎を思わせるこちらはソウル駅の旧駅舎なんですよね。KTX が開通するまで現役の駅舎として使われていたわけなんですけども、これからのキョンイ線はですね、なんとこの旧駅舎を通ってホームに行くことができるということで、中入ってみるとこう左側カフェなんですけれども、内装がほぼそのまんま残っていて、なかなかドラマチックな雰囲気となっています。ムンさん、イルさんとかいろいろありますが、こっちがキョンイ線ですよということで、ちなみにこの柵で区切られた向こう側が KTX とかムグンファとか韓国の主要都市いろんな街に出ていくソウル駅の本体となっていまして、そことはちょっとだけ離れています。ちょっとだけ離れているのがこっちキョンイ線乗り場。エスカレーターを降りて、こちら改札ですね。意外とこじんまりとしています、ソウル駅。こちらも KTX とかムグンファと同じコレールの1路線となっているわけですね。韓国国鉄です。ただこのキョンイ線というのも朝鮮半島の中で重要な路線となっております。この路線はそもそもソウルと新義州という町を結ぶ路線として作られたものなんですよね。1906年に開業した由緒正しい鉄道路線です。本来だったらこのキョンイ線というものが一大幹線として機能していたはずなんですけれども、北の方にあるとある都合上ですね、ちょっと線路が途切れてしまっておりまして、今残念ながらソウルからすぐ近くのトラ山というところまでしかこのキョンイ線というのはつながっていないという。とはいえ首都ソウルとその郊外を結ぶ重要な幹線として役割を担い続けています。この日土曜の早朝なんですけどもね、やっぱ郊外から上りのソウル駅に向かってかなりの乗車率、結構たくさんの方が降りられていきました。ここからキョンイ線の旅がスタートします。これから仕事に向かいそうなお客さんもいれば、ソウルで飲んだくれて今から家に帰るぞみたいな人もいて、日本の朝の列車とそんなに大して違いはないですね。車内はというとこういう感じ。そんな変わんないですよね。いわゆる200休憩みたいな感じで、いわゆる普通の通勤電車といった風合いです。ただ日本と違うのはもうホームドアが完全に備わっていること、しかもフルスクリーンなんですよね。韓国国鉄の駅でもフルスクリーンで全駅に装備されているっていうんだから、かなりお金がかかっているんだろうなっていうのが分かります。ということで6時52分ソウル駅をキョンイ線で発車しました。ここから GTX の終点の近くの駅まで行きます。何分ぐらいかかるんでしょうかね。
さあ京浜線は先ほど言ったように100年前からある歴史の長い路線でありますから、ソウル駅を出てもしばらく地上の区間を進んでいます。この先はずっとカーブが続くので結構ゆっくりめです。でこういうふうに踏切もね普通にあるんですよね。踏切の近くに係員さんと監視小屋みたいなものがあって、なんですかここでコントロールしてるってことなんですかね。前の動画見てくださった方には分かりますが、前日深夜に羽田を出発して早朝インチョン着いて、それでこのガラス機の京浜線に乗っているというこの状況、なかなかシュールでね、こういう変な動画も撮っちゃいます。それはともかくソウル駅の次の駅新チョン駅に到着しました。新チョン駅もご多分に漏れるしっかりフルスクリーンホームドアが完備されています。絶対に人身事故は起こさせないという気概を感じます。さあこの京浜線は通勤列車のみ運転していて、ムグンファとか KTX は走ってないんですけども、見るからにムグンファ号が走っていますね。これは回送列車です。ソウル駅へ回送されるということはこの先に車庫があるんですよね。ムグンファ号とかがここに留め置かれているという、今客車が見えました。いろんな色とりどりの客車があって、7時4分デジタルメディアシティという長ったらしい駅名に到着です。ちなみにハングルでもデジタルメディアシティとなっています。ここは放送、映画、ゲーム、音楽などの関連産業が集積したハイテク都市となっていまして、 LG テレコム、パンテックなどの有名 IT 企業が進出しているという街です。ちなみに先ほどの車両基地がずっと続いていて、ふと見るとね、エコって書いてある客車があるんですよね。エコってなんだろうって思ってこれ書いて調べたらですね、エコレール観光列車という自転車を積んで乗ることができる観光列車っていうのがあるんですよね。日本でいう BB ベースみたいなやつですよね。これ209系を改造して自転車と一緒に乗って、で目的地でチャリに乗りながら観光するみたいな。それが韓国にもあるんだな。そしてソウルの都会からだんだん郊外に離れてきて霧が出ていますね。なかなか幻想的な早朝からの韓国旅がなかなかいいものです。しばらく田舎っぽい雰囲気も走りつつ、向こう側に大都市がまた見えています。韓国はタワマンが多いですからね。でかいビルがひしめき合っています。放送であったように間もなく帝国に泊まりますと言っていますけども、これ漢字で表記するとどうなりますかね。大谷、もうみんな大好きでたまらない大谷翔平の大谷、これが駅名としてあるんです。7時21分大谷駅に到着。韓国式で発生すると帝国駅です。この帝国駅地味に重要な駅でして、京浜線のみならず5路線が発着する駅として金浦空港だったりソウルの中心部まで地下鉄が伸びていたりと、なかなか不動産価値的には高そうな駅と言えそうです。ちなみに本当に余談なんですけども、韓国には水原駅も存在します。そんなことはともかく帝国駅を過ぎるといよいよ本当に郊外の雰囲気という感じで、この列車各駅停車なのでポツポツと駅に止まっていきます。ソウルからかなり離れています。駅間の距離とかもいわゆる日本の京浜東北線とか中央線とかそことそんなに変わらないぐらいの距離感で駅が設けられているんで、もう乗ってる居心地はもう完全に日本の鉄道と全く遜色ない感じで、なかなか韓国にいることを忘れてしまいそうな雰囲気になるんですが、ふと見るとこうやって超でかいマンションがあったりしてね、やっぱここ韓国だわってなりますね。ソウル駅から京浜線に揺られること44分、次の駅でいよいよ降ります。ここが GTX の終点の最寄り駅となっています。7時36分、ヤダン駅に到着しました。ここで私は降ります。ちなみに距離感的に言うとソウルからヤダンはこういう感じで北西に進んでいまして 28.9 キロ離れています。東京からだと埼玉新都心、大阪からだと京都の府境にある山崎駅ぐらいの位置にあるということですね。さあヤダンという芸人のコンビ名みたいな駅名で降りましたけれども、なんでこんな駅で降りたかというと GTX-A という160キロ180キロ出す地下鉄の終点の駅がこの近くにあるということで、その速さを実感するためには普通の在来線で来てみたらその速さを実感できるんじゃないかなということで、ヤダンというこの近くの駅まで来ました。こういうね、めっちゃ栄えてるな。
韓国のビルってめちゃめちゃ看板、日本もそうですけど日本以上にド派手な気がするんですよね。ここから GTX-A の終点の駅である、漢字で書くと雲井中央、なんだっけ、ウンジョンチュンアンかな、そういう駅に移動してみます。韓国というのはなかなかバスが発達していまして、この駅から GTX の終点のウンジョンチュンアン駅のバスで、しかも1本で行きます。これがでも44分で46分出発、しかもバス停がこれらしいけど何台か止まってるな。しかも自分何気に韓国のバス初めてなんですよね。ちゃんと乗れるかな思ったらなんか行っちゃったけど、ちょっと待って。さあ、明らかに韓国のバスにビビり倒している小松交通。こうやって編集の素材を見てるとなかなかシュールで面白いですね。行き先がパッと見いろいろ書いてあってよくわからないんですが、しっかりとこれで数字の系統番号がありまして、しかも本数も多いんでね、次のバスがすぐ来ました。これに乗ってウンジョンチュンアン駅に向かいます。 GTX-A というのは2024年の12月にできたてほやほやの新しい路線なんで、さあこれもGTX のウンジョンチュンアン駅を中心にバス路線を再編しましたっていう、そういう趣旨のポスターですよね。075系統のバスがめちゃめちゃこんな朝から10分おきに出てるなんて、大したタイムロスもなくあっさりと移動することができそうです。さあ、待ってる間に京義線の列車がどんどん通過していきますが、ようやく 4,5 分ほど経ってこちらもバスの発車時刻となりました。8時ちょうど野壇駅を発車していきます。今んとこお客さんは私の他にはいませんでした。日本の路線バスであれば普通発車した直後にこのバスはなんとか系統なんとか行きですとかアナウンスがあるものなんですが、このバス全然そういうのが流れないんですよね。全くの無音でちょっとだけ不安になりますね。これはこうやってね。でも系統番号が合ってるので間違いではないでしょう。自分を信じてひたすら歩むのみです。ただバスの車内の雰囲気はそこまで日本と大差なく、窓の外の街の景色もパッと見日本なんですが、やっぱりね、右側通行っていうのがどうしても違和感がすごいですね。この撮影した日は11月上旬で秋の深まる頃ですが、ソウル近郊のパジュ市ではかなり紅葉真っ盛りと、やっぱ寒くなるのが早いからこそ色づきも早くなるんですね。なかなか綺麗な光景です。先ほどネイバーマップアプリでもこういうふうにバスの時刻を調べることができまして、こういうふうに停留所も載せてくれるんですね。これ便利ですね。日本のバスってとにかく安全運行で、周りの車よりもしっかりとスピードを落としてカーブでゆっくり曲がるのがよくある日本のバスですけれども、韓国のバスは基本的に速いんですよね。周りの自家用車とスピードは基本的に同じ、もしくはちょっとだけ速いぐらいで、速達性はすごいあっていいんですけども、なんか座席に乗っていても結構揺れるもんでして、気を抜くと酔ってしまいそうです。そこだけちょっと怖いです。ちなみに今私が走っている街はパジュ市という、ソウル隣のベッドタウン的な存在ですね。人口はなんと50万人もいまして、そんだけソウルに通勤する人も多いんでしょう。ちなみに地理的にはこういう感じ。ソウルのちょうど北西ですね。その辺りにヤダンという町があって、その辺りがパジュ市一帯です。ちなみにそこからさらに北西に行くと、こちらの謎の赤い地域がありますけれども、ここはですね、北のお兄さんがやっている地域でして、本当は韓国の領土なんですけども、こちらには残念ながら立ち入ることはできないと。距離はなんと15キロほどしかありません。北のお兄さんのエリアからわずか15キロしか離れてないのにこんだけ栄えているという、いやー、なんかちょっと胸に迫るものがあります。いや、韓国のバス面白いな、街中面白いなと思いつつ、次の停留所のアナウンスを絶対に聞き逃さないようにしなきゃっていうことが、もうとにかくそわそわそちらの方がすごい気がかりで、景色を見ていいのか耳を澄ませばいいのかどっちかすごい緊張する一瞬がずっと続いていました。이번 정류소는 인정중앙역입니다. 다음 정류소는 초롱꽃마을 8단. さあ、私は聞き逃しませんでした。ウンジョンチュンアン역。ただここからもまた次の試練が待ち構えています。日本のバスはですね、バスが停車してから席を立って降りるという、降りる時間が取られているわけなんですけども、韓国はですね、なんと停車するまでに席を立っといて、ですかさず降りるという、あんまり時間がないんですよね。い
やーちょっとそこもまた緊張して、とにかく気がかりでした。そうこういう間に降りる停留所ウンジョンチュンアン駅近づいてきました。8時17分ウンジョンチュンアン駅に到着。ここでもう周りの人を停車してないのにもう IC カードをタッチしてしまって降りるんです。準備をし始めています。もうほんとせっかちだな。いやーなんとか降りられました。なんとか下車に成功。お疲れ様でした。なんとか降りられました。我ながら前線したんじゃないでしょうか。お題がそれてしまいそうですが、この動画はこちらが主役です。 GTX-A。 これに乗りたかったんですよ。これウンジョンチュンアン駅という、ここは新興住宅地なのかな。地下に来てしまったんで街の雰囲気とかは変わらないんですが、後で地上に出てみましょうかね。ウンジョンチュンアン駅のバス停、意外や意外地下にあったと。そこからねもう直で地下鉄に乗り込むことができるという。1回ぐらいはねちょっと地上を見てみたいということでエスカレーターで上がりました。見てください。なんもね草地が広がっていて、奥にすごい高層ビルが見えます。これはこれでディストピアだな。なんもないですね。遠くにマンションがあるから、あっちは元からある街なのかな。地下というか半地下みたいなところにバスターミナルがあるっていう。で向こう囲いになってるから、これまだ建設中なんだろうな。ただもうコンビニすらないからすごい異質な駅ですけれども、去年開業したばっかりですからね。ここから全ての歴史が作られるんでしょう。その駅の向こう側にクレーンも立っていて、これはこれでかっこいい見た目でしょう。ついに念願の GTX 乗りに行きましょう。さあお待たせしました。こちらの動画の本題 GTX にこれから乗りに行きます。8時24分に入り口を入ったんですが、こちらエスカレーターですね。歩くことなくエスカレーターを降り続けて、一体何時にホームに着くのかっていうのを計算していきたいと思います。まず1階から地下1階のバスターミナルに降りまして、ここまでやれて1分ぐらいかかっていますと。ちなみにソウルのエスカレーターは右に立ち止まる習慣なんですね。大阪と同じです。そしてこちらが GTX の改札と券売機がある階なんですが、この地下にストーリーウェイというキオスクみたいなのがありました。ここで買い物できるので便利ですね。そしてすでに地下3階 GTX-A の改札口へ入りました。1階からも2分ほど経っています。で見ているとね、右側ね、大半の人がエレベーター使ってるんですよね。そんだけ GTX の駅が深いからエレベーター使ってしまうということなんですが、今回私は駅の深さをね実感するためにエスカレーターに辛抱強く立っていることにしましょう。そしてここから早回し、全くノーカットで進んでいきます。エスカレーター、そのまた次がエスカレーターと、もうどんどん無限のエスカレーター地獄でね。まだあるのか。 B6 って書いてあるんですけど、要するに地下6階、かなり深いですよ。ここ都心の駅で深いのは分かるけど、郊外でこんな深いのってなんでなんでしょうね。何回もエスカレーターを乗り続けて、ようやく広いコンコースが出て、もう駅かなと思いきや、まだ降りるんかい。まだもう一回降りなきゃいけない。ここでようやくホームにありつくことができました。とうとう列車が止まっていますね。ただ私はエスカレーターを歩くことをしないという制約を設けているので、ここで列車を乗り過ごします。別に急いでないんでいいんですけども、こちらが GTX-A のホーム、地下9階です。いや長かったな。バカ正直にエスカレーターで地上からホームまで降りると11分かかります。11分。そりゃみんなエレベーター使うわ。GTX は基本大深度地下、めちゃめちゃ深いところに地下鉄を建設していまして、駅もおおむね地下40メートル、都営の六本木駅とほぼ同じ深さです。なんか見た目が蛇腹折りの絵本みたいで面白いです。列車の前にあいにくホームドアが立ち塞がっているのでしっかり見ることはできないんですが、模型がありましたのでこちらを載せておきます。こういう見た目をしているんですね。青と白の車体に白い、しかも片開きのドアが3枚と京急みたいですね。事前に断っておきますが GTX は全線地下、地上に上がる瞬間はないので、この列車もねもう日の目を見ることはないんですね。なんと悲しいですが、なかなかデザインかっこよくて素敵ですね。時速180キロですから、なかなか騒音もすごいものですからね、地上に乗せるとなると難しいということで全線地下で作っていくんでしょう。ただそれ以外の要素は基本的に地下鉄とそんな変わらず、電光掲示板に表示された通り列車が滑り込んできました。ホームドアの雰囲気も地下鉄と同じですが、ドアだけ先ほど言ったようにこちら片扉なんですね。これは高速走行を行うために機密性や騒音を考慮した片開きのドアとなっております。
ドアの幅は他の通勤電車と同様の 1300mm と、ドアが開くのにちょっとだけ時間がかかる感じですかね。飛行機のドアみたいでなかなかかっこいいです。そして全く段差のないホームと車両の間を通って車内入りました。意外と明るい水色のパステルカラーと黄色のたくあんみたいな色の座席があります。これは優先席ですかね。そしてドア上にはこういうふうに路線図がしっかりあります。なかなか分かりやすい。韓国でよくあるプラスチックのベンチに窓がね一部だけ液晶になっていて、どうせ地上見えないからこういうふうに窓を潰してしまえということでしょうけども、思い切ったやり方ですね。しっかりと優先席も作られています。さあお待たせいたしました。大変お待たせしました。8時36分ウンジョンチュンアン駅を発車。これでようやく GTX の旅が始まります。これでソウルまで1本どのくらい早く着くのでしょうか。ちなみに今乗っている GTX-A の区間、ウンジョンチュンアン駅からソウルの間は2024年12月28日に開業した出来たてほやほやの新路線です。ドア上の路線図拡大してみますと、右がウンジョンチュンアン駅で左がソウル駅、その間3駅しかないと。先ほど乗ってきた京浜線は16駅あったのに対し GTX-A はわずか5駅とめちゃめちゃ少ないですね。少ないからこそ速達性を確保しているという、路線自体が急行みたいなそういう路線ですね。ちなみにこの路線の開通キャッチフレーズ、輝く旅の始まり、光のように高速で首都圏に星座を刻む。担当者のポエミーセンスに思いを馳せたところで路線図左上、これスピードメーターになってるんですよね。もうみるみる速度上がってません？そして発車から1分で時速130キロ、もうすでに常磐線越えを達成しているじゃありませんか。いやそんな速いんだな。普通に地下鉄に乗ったはずなのに、それとは思えないレベルの騒音がまき散らされていまして、いやなかなか異質な空間です。発車から1分半で176キロ、速え、めちゃめちゃ速えな。相変わらず景色は見えませんが、そんなことは全く気にもならない。まさにソウルの革命児といった路線で、いやーこれはすごいものを作ってしまったな韓国。本当にトンネルばっかりなのでもう車内しか見るものないんですけども、座席はこういう風にねプラスチックで硬いです。そんな長い時間乗るわけじゃないのでいいんでしょう。あと火災の事故の教訓もありますからね。そして椅子のハングルがありますが、これは駅名ですね。各駅名があしらわれているんですが、なんでそれをあしらったのかはよく分かりません。そうこうしているうちにウンジョンチュンアン駅の次の駅、キンテックス駅に到着しました。キンテックスって何っていうと、コリアインターナショナルエキシビジョンセンターの略でキンテックス。要するに東京ビッグサイトみたいなイベント施設の最寄り駅ですね。途中こういう施設も通るようになったおかげで K-POP のライブに行くのにすごい便利になったらしいですね。そしてドア上の路線図目をやってみると、右が紫色の色がついていて、でその先にねグレーの線がつながっているんですよね。終点のソウルの先にもつながっている。これなんと一部建設中の区間がありまして、左上のウンジョンチュンアンから真ん中のソウル、そして右下のトンタンから SRT の発着点スソまで路線がつながっているんですが、このソウルとスソの間だけまだつながってない、建設中なんですよね。でもこれも2026年に開通予定でして、これがつながるとソウルの郊外と郊外が一直線に結ばれるという、まだまだ発達途中の GTX-A です。ちなみにこちら GTX-A ってありますが、 A ってことは B が C があるのかと考える方はなかなか鋭いですね。これ GTX-A、B、C、D、E、F というさらなる路線を作る計画がありまして、人口が飽和状態にあるソウル中心部と郊外との結びつきを深めようと GTX をどんどん作っていくということで、いや韓国の鉄道投資規模凄まじいですよね。そしてキンテックスから5分ほどでテゴク駅に到着。大谷と書いてテゴク。これはさっき京浜線でも通ったように乗り換えられる駅となっています。ちなみに GTX の駅の構造はこういう対面式ホームですね。南北線の白金台みたいな雰囲気です。
日本でプラグドアの車両ってもうほぼないですよね。それが韓国でこういう風に当たり前のように走っているっていうのはなかなか観察していて楽しいものです。やっぱ130キロ以上になるとどうしても音が結構うるさいのと、あと揺れますね。なかなか揺れますね。この日はかなり空いているのでほぼ全員座っていらっしゃったんで、座る分には問題ないんですけど、混んでる時とかちょっとだけ大変そうだなって感じがしますが、これも慣れですかね。これのおかげでね、郊外パジュ市から首都ソウルの中心部までもう時短で行けてしまうということですからね。そして窓の外を見ると駅に到着したようですね。ちょっとホームドアの関係で一瞬見えづらいんですが、8時52分4新根駅に到着。ここも相対式ホームの2面2線の駅となっています。さあ、お待ちかねまたしてもドアが開く瞬間、もう一回しっかり見てみましょう。で、何回見てもおもろいですね、このドアの開閉シーンね。閉じる瞬間のカチッてロックがかかる瞬間の音がちょっとだけうるさいですが、しっかり密閉してもらわないと困るのでね、致し方ないでしょう。そして4新根駅を過ぎて、その次はもうソウル駅。いやー、早い気がしますけども、一体京浜線よりどのくらい時短となっているんでしょうか。GTX はこんだけ速いことに加えて新しい路線ですから、加算運賃というのが設定されておりまして、ソウル首都圏の基本的な運賃をベースにGTX だけの距離料金、これを加算しているので、先ほど乗った京浜線よりはちょっとだけ高い運賃となっています。時間を取るかお金を取るかどっちかという感じですかね。 This stop is Seoul. Seoul Station. The doors will open on your left. さあ、ウンジョンチュンアン駅からあっという間終点のソウル駅に9時2分到着しました。行きの京浜線と比べるとあっという間に感じましたね。さあ、最後私が特段気に入ったこの GTX のドアの開閉シーンで最後こちらに別れを告げましょう。いやー、何度見てもいいですね。しつこいですけど、これで終点のソウル駅に無事到着。お疲れ様でした。来年度以降はここからスソ、そしてトンタン方面にも路線がつながるわけですが、現時点ではここが終点と。さあ、肝心の時間の比較ですよね。朝ソウルからヤダン駅まで乗ってきた京浜線は16駅の距離を44分かけてやってきました。京浜線も別にそんな特段遅いわけではないです。それに比べてほぼ同じ距離のウンジョンチュンアンから出る GTX、 こちらはなんと26分。ほぼ同じ距離ですが、京浜線と比べると18分も時短が達成できているという。18分ってすごくないですか。往復で36分だからかなりの時間お家に過ごすことができるわけですよね。いや、これはでかいな。普通に京浜線に急行を走らせるよりも GTX 専用の路線ですから圧倒的に速くて、しかも10分に1本出るわけですから、いや便利だな、いいな。日本にも作ってほしいな。ちなみに日本にも GTX が存在したらという想定で、勝手に妄想してみました。先ほど言いましたけど、ソウルからヤダンの距離が京浜東北線に置き換えるとだいたい東京から埼玉新都心ぐらいの距離です。で、そこに GTX を作るとしたらこういう感じですかね。京浜東北線の脇に宇都宮線走ってるじゃないかというツッコミは置いといて、こういう路線が日本にあってもなかなかいいんじゃないかなと思ってしまいましたね。めちゃめちゃかっこいい GTX、 さすがです。すごいかっこいい。さあ、めちゃくちゃ便利な GTX ですが、唯一悩みの種、ちょっとどうなんだろうなっていうのがやっぱり駅の深さですよね。正面に行くとソウル駅の普通の改札がありますが、あんまり人通りが見えなくてどこにいるのかなと思うけど、おお、エレベーターの専用改札がこんなところにあるんですが、めちゃめちゃ混んでますね。やっぱみんなエレベーター使うんだろうな。そっちの方が早いしな。ここだけ区画が区切られているというのもシュールですけども、こういう GTX の下車の改札をタッチして並びましょう。エレベーターは巨大なのが2基ほどあってお客さん詰めなくはないんですが、やっぱあんだけ混んでるとちょっとだけ待ち時間がありました。ただエスカレーターでエッチでオッチが登るよりは早いのかな。いや、どうなんだろうな。そんな変わらない気もしちゃいましたけれども、ようやく地上に近いホームからエスカレーターで登ってソウル駅の地上に行きます。駅のホームから地上出るまで時間がかかるというのは新しい地下鉄特有の、どうしよう仕方がない問題だとも言えそうです。ただ昔に作られた京浜線のような在来線の列車と
地下鉄、そして新しくできた高速の GTX、この両輪を使ってソードはどんどん発展していくんでしょう。利用者にとっても選択肢が多いのはいいことですからね。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。あと動画締めたいところなんですけども、このぐるっと右に視点をやるとですね、先ほど京浜線乗り込んだこの駅舎、なかなか東京駅に似たようなものがありますが、これは1925年から2004年まで使用されたソード旧駅舎。こちら東京駅の駅舎を手掛けた辰野金吾さんの弟子が設計された建築物なんですね。東京駅の面影もちょっとあるわけなんですが、ここなんとイベントをやっておりましてね、中に入れるんですよね。その様子も収めてきたので、ここからはおまけ編としてご覧に入れたいと思います。この駅舎も22年前に役目を終えてはいるものの、駅舎はしっかりと残されていて、文化駅ソード284という文化施設として残されているという。建物入るとこういう感じ。おー、すごい綺麗。地上2階地下1階のルネサンス式となっておりまして、赤レンガの壁とドーム型の屋根が特徴。豪華な貴賓室や広々とした大食堂が見どころで、当時の建築部材の展示もありました。こういうふうに昔の駅舎をしっかりと残してくれているのは本当にありがたいですね。で、今回このソード駅の旧駅舎と韓国の鉄道の歴史にフォーカスを当てた展示が行われておりまして、真ん中にこういう芸術作品がありましたが、これ地図を元にしてるんですよね。で、見た感じ多分漢字が主に使われてるので、これはもしかしてこれは日本が統治した後の時代の地図をベースにいろいろ脚色してるんですかね。よく見るとちゃんと漢字があってロシア領とかありますよね。展示内容は韓国語と英語でよくわからないんですが、サードクラスウェイティングルームという3等車の待合室みたいなところですかね。そこの部屋がしっかりと保存されていて、そこに芸術作品が展示されていて、なかなか厳かな雰囲気となっています。そして建物内もくまなく見学することができます。このルネサンス式の階段、そして扉の上にも豪華なガラスもしっかりと残されています。ここはまたすごい部屋だなと。ここは VIP ラウンジという、貴賓施設的なところでしょうかね。ここも普通に立ち入って休憩したりすることができます。なんとも太っ腹な展示じゃないでしょうか。歴史を紹介する展示パネルがありまして、写真の他にこういうグッズですね。昔の時刻表ですよね。そして日本統治時代のものもありました。これはすごいですよ。日本国有鉄道、東京からベルリンまで鉄道で行く際の切符なんですが、乗車券とあります。こんなのも展示されてる。すごい貴重だな。駅舎が作られた頃の日本統治時代、そして朝鮮戦争を経て、いかに今の韓国の姿が作り上げられていったのかというのをしっかりと勉強できる充実した展示となっておりました。2階に上がるとこれですね、でかい図書スペースになってるんですが、もともと食堂だったらしいんですよね。大きい円弧の形をした本棚がありまして、そこで真ん中の机で自由に本を読むことができます。こう脇にあったこの石でできた、これはあれですかね、暖炉ですかね。暖炉の薪をくべるところがあったのか、特に注釈もなかったんで分かりませんけども、これもしっかりピカピカと残されています。駅舎なわけですから、この駅のすぐ近くには現役の駅があるんですよね。そのはず、ガラスを通して向こう側見ると、KTX が止まっています。あちら側が本当に現役のソウル駅と、でその脇にひっそりと佇む旧駅舎で、ここからですね、駅の様子をしっかりと見ることもできる。つながってますね。1階の高さがこのようにソウル駅の客車ホームと同じ高さにありまして、これ謎のゲートがあって、さすがに柵があって直接行くことはできないんですが、これ昔のソウル駅のホームと駅舎がつながっていて、まさにここがソウルの駅と駅舎として使われていたんだなということが分かるようになっています。昔の歴史の保存場所としてのソウル駅、そして今なおお客さんが行き交う現役のソウル駅、この空間の狭間を展示にしてしまうという、なんとも粋な演出で、なかなか豊かな時間を過ごせました。駅としてこれからもソウル駅が発達していくことを切に願うばかりです。